どうもくだいらです。今日はちょっといつもとは違う Vlog の形でお送りしようと思っています。今日紹介するのは今のマイホームの現状と、あとはどうやって物件を探したのかっていう、過去の物件選びもそうなんですけど、結構どのサイトを見てますかっていうお声を結構いただくことが多いので、ちょっと今回はその2つを紹介できたらなっていうふうに思います。まずはちょっとコーヒーを入れていこうと思います。豆なしですねちょっと予備に作っておいたコーヒー豆をちょっと入れたいと思います。今日はちょっとコーヒーを飲みながらどのようなサイトを使っているかっていうのもちょっと紹介したいと思って、そのためにちょっとコーヒーを入れようかなと思って最初こんな始まりの形なんですけど、今のマイホームの現状なんですけど、結構早く進んでいまして、大工さんが5月ぐらいに入ってくれまして、今1ヶ月ぐらい経ったんですけど、キッチンとリビングの間の壁とかをちょっと取ってもらったりとか、結構理想通りな感じにしていただきまして、そんな感じですごいスピードで進めていただいて、ちょうど昨日行ったんですけど、時はもう外壁も塗られている状況だったので、すごい綺麗に仕上げていただいて、床が張られている状況で、個人的にはいい床の色をしていましたね。無垢の板を選んだんですけど、使っていくうちにちょっとずつ経年変化していくようなものですね。なのでちょっと今後その変化も楽しみつついきたいなって感じなんですけど、今、6月ちょっと過ぎたぐらいなので、6月いっぱいにはもう完成するんじゃないかって言われてて、あと本当にキッチンとトイレとかお風呂とかをその業者の方に入れてもらうっていう、もう本当にそのぐらい状況ですね。本当にあと少しって感じで、ちょっとすごい楽しみですね。これせっかく用意したのにこっちでやっちゃってますね。せっかく用意したのに忘れないように先に置いておいたのに。マイホームもすごい楽しみですね。どんな感じになるんだろう。またちょっと家具とか入れたらまただいぶ変わると思うんですけど、ちょっと今回のキッチンリビングはかなりすっきりさせる予定でして、壁も今石膏ボードっていう壁紙を貼る前の状態にしてもらってるんですよね。ですごい綺麗に作ってもらって、あとは自分たちで漆喰とかをちょっと塗ろうかなっていうふうに思ってまして、3部屋ぐらいかな、すごいたくさん塗る場所があるんですけど、6月7月ぐらいでそれを塗っていけたらいいなっていうふうに思っていますね。最初ちょっとうまくできるか分かんないんで、ちょっとあんまり人が行かない寝室からちょっとやってみて、そこからちょっとコツをつかんでいこうかなっていう感じで考えています。そうですね、リビングとかはテーブルも置かないかもしれないですね。結構ミニマルな感じになるかもしれないですね。リビングにいい感じのソファーをドンって置いて、プロジェクター壁一面を作ったので、そこを漆喰なのでそこにプロジェクターを映してって感じの、ちょっとシンプルな感じのリビングにしようって思ってます。今までは畳だったので座って生活することがほとんどだったんですけど、今回はキッチンにそのテーブルも作って、ちゃんと座ってちょっとご飯を食べようみたいな感じで考えていますね。座って生活するっていうのがちょっと少なくなるのかなっていう風に思ってますね。昔は測ってたりしてコーヒーを作ってたんですけど、今も測らずにちょっと感覚で作るようになって、毎日ちょっと若干の違いはあるんですけど、その楽しみも含めちょっとこうやってやるのもなかなか面白いですね。ここからはちょっと普段よく見ているサイトとかを紹介していけたらなっていうふうに
思います。これはもうずっと YouTube 始めた頃からずっと言っていただいてて、マイホームになることをきっかけにちょっといろいろお話ができたらいいなっていうふうに思っています。それではちょっと部屋を移動したいと思います。ちょっとこのお部屋で紹介していきたいと思います。着いた。これで準備完了です。パソコンのモニターを映しながらちょっとかなりリアルな感じで紹介できたらっていうふうに思います。で、僕が普段使っているサイトが2つありまして、そのうちの1つから紹介していきたいと思います。物件ファンというサイトですね。もうこれはもう僕昔から使っていまして、これで借りたお家も2軒ぐらいあるのかな。ちなみにこのお家も物件ファンでお借りしました。聞いたことある方結構多いと思うんですけど、もう僕はこの物件ファンっていうサイトが大好きで毎日見ていましたね。今も時々見るんですけどまだ見るんかっていう感じなんですけど、ちょっと特殊な物件が多いイメージですね。ちょっと変わった古民家があったりとか、変わった間取りのお家とか、ちょっと特殊な形状のお家が結構多かったりします。こういう風に地域ごとに分かれてるんですよね。で、ちょっと一番最初に出てるんで、ちょっとこれを見てみましょう。こちらは埼玉県の所沢市ですね。こういう平屋も結構取り扱っているんですよね。こういう風にちょっと変わってますよね。やっぱり所沢なので景色がいいですね。で、間取りも載ってて、すごいシンプルでいいですね。これ最高です僕結構シンプルな間取りが好きで、こんな感じの箱のような家っていうのが割と好きですね。箱のような間取り。今のマイホームも箱のような間取りになっています。そこの中で区切られているという感じですね。広い。平屋だけどすごく広い感じ。そう、いろんなちょっと変わった物件を取り扱うサイトからギュッて集められたのがこの物件ファンっていうサイトなので、もうこれ見てたらもう集まってくるんですよね。そういういい物件が。なのでこういう特殊な物件が好きな方は見るのはすごい楽しいと思いますね。猫ちゃんとかもこうやってくつろいでますね。これ見たらもうここに住みたいってちょっとなっちゃうんですよね。なんか細かく写真でこういう風に紹介してくれるので、そのイメージがすごい湧きやすいんですよね。物件ファンのサイトは僕のイメージですけど、中古物件をリノベーションしてるっていう、そういう物件が多いイメージはあります。京都とか、京都もすごいいい物件が多かったりして、賃貸物件も多く取り扱っていますね。横須賀市ですね。前住んでたところは実は横須賀だったんですけど、そこにちょっと似たような雰囲気がありますね。いや、すごいこの雰囲気めっちゃ好きですね。この床の感じとか、これもちょっとリノベーションはされてるんですかね。ちょっとなんか漆喰っぽい感じのこういう壁があったりとかして、で外観はこういう感じなんですけど、これを味と捉えるか、僕はなんかこういう雰囲気が好きなので、いいですね。ちょっとめちゃくちゃ楽しんじゃってるんですけど、そう、こういう感じでいつも見てるんですよね。そう、もう物件探してる時は本当に毎日見ていましたね。やっぱり毎日見るっていうのが大事な気がしますね。この昔ながらのこういうのってもうほとんどないと思うんですけど、もうこの建具とかもそのままですね。この感じとかも前の住んでいた横須賀のお家にすごく似ていますね。そう、横須賀って結構こういう物件が多くて、リノベーションしているのに、そうこの値段っていうのは結構多かったイメージはありますね。かなり広々とした感じで、庭もついてて、でこれの気になるお値段が5万円切っているっていう、この価格でこのクオリティはすごいですね。
結構リノベーションで力入れて直されてたと思うんですけど、この価格でそういう古民家の暮らしの体験ができるって考えるとすごくいいですね。そう、ここにこうやってカテゴリーから探すっていうのがあって、これですね、リノベーションとか平屋とか古民家とかいろいろあるんですけど、で古民家ポチッと押すともう古民家だけ出てくるんですよね。こういうエリアから探すとかもできますね。こういう静岡とかこういうのでも絞って見ることができますね。平屋でちょっと見てみますか。茨城、こういう和風リノベーションみたいな。物件ファンで結構見るのが京都が結構いい感じの好みの物件が結構多い。これ京都ですね。いや、このなんか作りがなんかちょっとさらに変わってるんですよね。この京都の町屋のリノベーションですね。こういうかなり手を込んだ感じの作りが多い印象がありますね。そう、本当に場所によるんですけど、京都でも比較的安いリノベーション物件は結構多いように僕は感じますね。これも良さそうですね。あなたならどのお部屋を選ぶ？なんかもう外観がかっこいいですね。そう、兵庫県もなんか結構多く出てくるイメージはありますね。これ賃貸ですかね。これはすごい。これは何なんだろう。これすごくないですか？これキッチンっぽいですね。レンガのキッチンで階段がついてて、これ日本ですよね。いやー、これはすごい。これは外なんですかね。上に屋根っぽいのついてるんですけど、日本じゃないみたいですね。うわ、すごいね。外のような、中のような。また一つ一つ照明とかも変わっていますね。こんなの見たことないですね、これ。こうやって見てると本当に楽しいんですよね。なんかやっぱり勉強になるというか、今でもこういう物件ファンを見る理由としてはやっぱりそう勉強になるんですよね。ここをこうしようみたいなアイデアを結構もらえたりするので、そうかなり見るだけでも楽しいんですよね。もうなんか雑誌読んでる気分というか、そういうイメージがありますね。いやー、これはすごいですね。気持ちがいい抜け感があります。で、これこれはお値段賃料がこの価格ですね。これはびっくりですね。いや、すごい物件を最後にちょっと見れましたね。もうかなり楽しんじゃったんですけど、こういう感じで物件ファンを毎日見て、家のイメージをどういう風にするかっていうのも踏まえて、そう勉強しながら家探しみたいな感じでそうやっていましたね。で最後に面白い機能があって、これ物件を探すっていうこのマップから探すことができるんですよね。これ家のマークがこうやって出てくるので、マップ上から結構探すことはありましたね。そうすごい分かりやすくていいんですよね。やっぱりそうこうやって写真も出てくるので、湖沿いがいいなっていうのでこうやって探したりとかもできるので、この物件ファンともう一つ見ていたサイトはスーモですね。こちらですね。もうこれ見てましたね。定番かもしれないんですけど、もうやっぱりいろいろサイトを見てきた中で、やっぱこのスーモが一番合うというか、その物件の数もすごい多いんですよね。やっぱいろんなサイトからここに集まってきているので、結構そういう特殊な物件っていうのもこのスーモにあったりするんですよね。物件ファンとスーモ、この2つで探していましたね。あとは不動産屋さんにちょっと足を運んで見に行くとかで、僕は中古物件、中古戸建てで探していましたね。例えば千葉とかこんな感じに好きな地域を選択してちょっと試しに検索してみたいと思います。価格が安い順とかにして、安い順から見ると築年数が経っている物件が多かったりするので、なので安い順から結構下から順番に見ていくことが多かったですね。ここに書いてあるのが取り扱いしている会社ですね。これとか面白そうですね。そう、これも特殊な感じですもんね。この物件自体ログハウスですね。そう、結構ログハウス
多く出てきますね。そういうのが好きな方はぜひ見てほしいんですけど、ちょっとベスの家みたいな感じですごく楽しそうな空間が広がっていますね。中古物件の価格ですね。1988年なのでもうすぐ40年ぐらいで、賃貸で借りたいっていう時はこの賃貸で探していましたね。今までもそうでしたね。結構もうほとんどスーモが割と多かった気がしますね。一番最初に18歳の頃に借りたお家もスーモだった気がしますね。同じような検索方法でまず僕は場所を決めるんですよね。なんか実際に何度か足を運んで気持ちのいい地域があって、ここに住みたいっていうので、そこの中だけで絞って探していくっていうことが結構多かったですね。前住んでいた平屋の1階のお家はもうこのスーモであったお家だったので、なのでそういう物件もあるんですよね。賃貸で探すとフリーワードで、こういう風にフリーワードで平屋とか検索するとこうやってヒットして出てくるんですよね。意外とこの値段でちょっと外観がかっこいい。携帯の画面にも変えたんですけど、携帯だとこれなぞって探すみたいなのがあって、僕はこれよく使ってましたね。こういう機能があって、これ京都駅なんですけど、なぞるでこういう風にしてその場所でその物件が出てくるんですよね。これがめちゃくちゃ良くて、このスーモのこれアプリなんですけど、こんな感じで僕は探していましたね。でこうやっていいなって思ったらお気に入りどんどんしていくんですよね。こういう風にしていくとこれお気に入りに追加されるので、後から見返すことができるので、僕はそんな感じにこうやって掲載終了しちゃうんですけど、早くしないといろいろ見比べながら比較しながら探していましたね。そうです。僕がこの探す中で一番大切にしていたことなんですけど、物件ファンとスーモを見ていて、やっぱりマイホームが欲しいって思ったり、新しいお家を賃貸で借りたいって思った時にちょっと焦ったりするんですよね。早く欲しかったりとかして、それもあまり無理に買うっていうのはあまり良くないと思うんですよね。なのでちょっと長い目で見ながら、いいご縁があったらまずは見に行ってみようみたいな感じで気楽に僕はやっていましたね。そういう中でこういう物件ファンみたいなサイトがあって、ここに書いてあるんですけど、読めて探せる不動産エンターテインメントって書いてあるんですけど、楽しみながら探すっていうのがやっぱり僕は大事だと思うんですよね。勉強にもなるし、やっぱりこうやってどんどん見てった分だけ次の知識につながっていくというか、そういうのもあるので、今回購入したマイホームはだいたい探し始めて半年ぐらいだったんですけど、毎日見ていましたね。物件ファンのサイト、このスーモのサイトを2つを行き来しながらもうひたすら見ているって感じでしたね。たまに他のサイトも見たりはしてたんですけど、基本的にはこの2つ見ながら、やっぱりいろいろどんどん見ていくと迷いもちょっと生まれて、だいたい他のサイトに載ってるのはスーモに結構載ってたりとかして、なのであとは不動産屋さんに直接まずはちょっと足を踏み入れてみるみたいな感じが大事かもしれないですね。ちょっと入ってみようと思って入って、そこからいろいろつながっていったので、今まで住んできたお家は18歳の頃に1つ、東京で2つで、2人暮らしで3つで、今住んでいる古民家で4つで、5つ目にマイホームだったんですけど、賃貸で借りてきたこの4つはどれも良かったんですよね。でこの物件ファンとこのスーモでほとんど気持ちのいい物件が見つかっているので、すごく僕はこの2つはすごくおすすめだと思いますね。今回いろいろバーっと話して参考になるかわからないんですけど、お家を探してきた方法ということで
こんな感じにちょっと紹介させていただきました。またなんか細かい部分は話せてないと思うので、何かわからないことがあったら全然コメント欄や、DM でも大丈夫なのでメッセージいただけると嬉しいです。それでは今日はちょっと変わった感じの動画になってしまったんですけど、こんな感じで終わろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではまた次回。